ご近所さんが敷地の裏山の木を安全のために切っていたので、たくさんの切り株ができていました。その切り株は必要ないということなので、せっかくなので以前より考えていたカフェスペースというのを作ってみようかなと思いました。早速まずシャベルで土を掘ってます。太い根っこみたいなのがありました。空気は冷たいのですが、本当にこの外で土を掘る作業というのは最高のリフレッシュになります。五感をフル回転しているような感じです。こんな感じでどんどんひたすらいつものように掘っていきました。ちなみに画面手前に積み重なっているのは、この部分にあった雑草とか茎の山です。耕運機を使って表面を平らにするための下準備をしようと思いました。この作業もめちゃくちゃ気持ちいいです。とにかく太陽の光が体に当たって暖かいですし、風の強い日でしたけども、すごい風が気持ちよく感じる作業です。ひたすら無心になって土をいじっているような気分です。ちなみにこの切り株の種類はカシの木とクスノキということだそうです。乾燥してない切り株なので、本当に重たくて、後で測ってみたら1個あたり30キロ前後でした。ただカシの木の方が圧倒的な重さでした。切り株を台車で運ぶのも結構大変でした。一番はまず道がとても狭いというところと、台車がとても古くてタイヤがちょっとパンクしてるかのような、空気がほとんど入ってない状態だったので、それをそのまま使っているので、かなり扱いづらい状態で運びました。ちなみに正面に見える小さなお社が権現様です。この日はとてもいい天気だったんですが、風がすごい強かったので、いろんなものが飛んでしまってます。余談ですけれども、洗濯は基本的には天日干しでやってます。なのでとてもふわふわになってます。目の前のパンパスグラスは株分けしていただいたもので、30年ものという苗でした。今ではとっても大きく育っています。この日は本当に気持ちのいい天気でした。もう外にいて何か作業しているだけで気分が良くなれるような、本当そんな感じでした。切り株は持ち上げた時と下ろす時に一番なんとなく力を使う気がします。目の前に見えるハーブも枯れてるように見えるんですけれども、下の方を見ると新しい葉や芽がちゃんと出ています。また同じように切り株を運び出しています。切りたてなので何度も言いますが、本当に重いです。道が狭いのと溝があるので、タイヤの車輪が落ちないように注意深く運びました。
椅子に使いやすそうな切り株を選んでいるのと、運び出しても崩れなさそうなものから運んでます。もはやこれはなんか筋トレみたいな感じになってます。台車で運んでいる時に切り株がグラグラしたり、この重さでうっかり台車から落ちてしまうと危険なので、切り株が固定しやすいかなと思う位置に合わせています。でも切り株は落ちそうになりました。表面を慣らしつつ雑草も剃ってます。一応ここの場所だけ平らになるようにやってはいるものの、なんとなく畑の部分なのでちょっと勾配をつけといた方がいいのかなという思いもあったりするので、少し斜めになってます。でだいたい平らになったので、切り株を置きつつ、その切り株の重さで土を固めていこうかなと思いました。これ実際に運んで、その重さでこれはそういう風にした方がいいかなみたいな、そんな感じです。ただこの切り株を持ち上げて落とすという作業は実は結構大変です。やっぱりですね、筋トレをしているような気分にすごいなります。外での作業はすごい気持ちいいんですけども、重いので少し疲れてきました。ただせっかくなのでこのまま作業してしまおうかなと思ってどんどんやってます。もちろん腰を痛めたりしないように気をつけながらやってます。足で踏み固めたりとかしながら、だいたい平らになってるかなっていうのや土の硬さ具合を確かめてます。
せっかくなのでまずは切り株の上に座って実際のイメージを体感してみようと思います。ここにテーブルを置く予定です。聞こえるのは風の音です。それ以外ほぼ無音です。実際に来て座っていただかないとなかなか伝わりきれないかもしれませんが、本当にここに座っていると自然と一体になったかのような気持ちになります。冬の景色はこのような茶色ですが、夏場の景色はこんな感じに緑と青一面になります。ちなみにこれは4月の写真です。また6月はこのように緑になって、8月頃はこのように収穫の時期ととても四季折々の綺麗な景色を見ることができます。支柱に使う幹の少し細めな切り株を選んで持ってくることにしました。小さめなので2つ運べるかなと思って欲張って2つ運んでみたらものすごい重たかったです。テーブルを置くにあたり試しに土台切り株を置いてみることにしました。少し幹が小さめなのでバランスが悪くて、そのため少し土で埋めて支柱のようにしようとしてます。やりながら気づいたんですけども、やっぱりまだ傾斜がすごい残っているので、そしてさらに下を埋めたことによってテーブルとしての高さが足りないことに気づきました。なので少し考えます。Thank you for watching and subscribing. ご視聴ありがとうございました。よろしければご登録お願いします。